2026年1月1日、明けましておめでとう。皆さん、こんにちは。元日ラジへようこそ。このラジオは日本語を勉強している皆さんがもっと自然に日本語を聞いて理解できるように、留学生の僕が日本での生活についていろいろ話すカジュアルなラジオです。もちろん日本の方も大歓迎です。間違いがあったら教えていただけると助かります。それでは始めていきましょう。日ラジ。さて、こちらのコーナーに入りましょう。じっくり。このコーナーでは僕が今回のテーマについてじっくりと話していきます。重要そうな言葉は画面に大きく見せますので、よければ見てみてください。その他に気になる言葉もあれば自分で調べてみてもいいでしょう。今回のテーマは新年です。そうですね、もう2026年始まりました。日本では新年も言うんですけど、お正月ということも多いですね。お正月という方が普通ですね。よく言います。皆さんお正月どう過ごしていますか？今回は、初回でもありますので、自己紹介も兼ねて、いろいろ話していきます。僕は、先ほど言ってたんですけど、留学生で、今日本で、勉強しています。インドネシアから来ました。インドネシアと日本のその正月の祝い方がやっぱ違うところがありますね。やっぱその国によってその正月の祝い方が違いますね、やはり。で、インドネシアにいた頃は結構夜中まで起きて、でそうすると外に出て、花火を見てたりします。はい。インドネシアの新年といえば、花火ですね。日本だとその勝手に花火は打ち上げできないから各自はできないんですね。自分で、打ち上げることはできないんですけど、インドネシアだとそういうルールはないから結構みんな勝手になんかもう自分で花火買って自分で打ち上げて、でそうするとよくその近所の人たちが花火それぞれ買ってそれぞれ打ち上げて、僕はあんまり花火とかは買わないんですけど、でも見るだけでも楽しいから、そうすると外に出て、なんか結構なんかいっぱい花火が打ち上げられて、新年といえば花火の印象が強かったんですね。でも日本に来てから全然花火ないっていうか、日本のね、花火は、なんて言うんでしょう、夏ですね。お正月じゃない。なので、日本では、日本のお正月には花火がありません。そうです。結構、静かに過ごすイメージが強いですね。それとも僕だけがあんまり外に出ないだけなのかな。いや、なんか他の皆さんだとなんかニュースとかで見ると、なんかお寺に行ったりとか、そういうそっか、朝の初の日みたいな、こう初めての日の出を見てたりするとかっていうのもあるし、でも僕はあんまりしないですね。もともと朝弱いから、起きられない。から、とにかく、こう、夜中まで過ごして、朝は、ゆっくりと起きます。はい。そんな感じですね。日本に来てからの新年の過ごし方は、そんな感じです。あと、日本の正月といえば、特別なのが、料理ですね。おせち料理っていう結構豪華な料理が、あります。それは新年の時
にしか食べないもの、名前ですね。でも中身はそんなになんか特別なものというか、普段からでもよく食べるんですけど、なんかかまぼことか、あとなんかお魚系のなんか料理が結構多いですね。伊達巻きはお正月ですね。伊達巻きはお正月で、あと煮た野菜とか、なんだっけ、レンコンとか黒豆とか、まあ本当にいっぱい、いろんな種類の野菜や、魚類の食べ物が、魚介類ですね。いろいろ食べます。で、なんで知ってるかというと、僕、日本に初めて来た年に、なんか所属している大学は、ホストファミリーっていうなんかプログラムの宣伝が大学に来てて、ホストファミリーといっても、その家族のところに泊まるとかじゃなくて、単純に交流する場、ですね。ホストファミリーの家にお邪魔して、話してたりして、食べたりして、お泊まりまではしないですね。終わったらもう帰るみたいな、感じです。で、それは僕は結構親密にやっておりまして、ホストファミリーの方がすごく優しくて、そうすると毎年誘っていただいているんですよ。お正月はホストファミリーのところで過ごしておせち料理食べて、だからおせち料理については結構知ってる、おせちを食べたりして、すごく幸せな時を過ごしてます。毎年の新年はそんな感じですね。あとは食べ物でお正月といえば餅です。お餅ですね。お餅は普段でも食べるんですけど、でもやっぱお正月といえば餅らしいですね。食べ方はいろいろあって、一番よく僕が知っている食べ方は、そのまま餅を切って、お味噌汁とかに入れるんですよ。そういうもうはい、お味噌汁と一緒に餅食べますという感じですけど、でも僕が一番好きな食べ方は餅せんべいじゃないけど、お餅を電子レンジに入れて食べるんです。電子レンジに入れて、そうするとお餅が硬くなります。広がって硬くなって、なんかおせんべいみたいだから、おやつみたいになるんですよ。これもまた面白くて、日本にいる、皆さんもしよければやってみてください、一回。あんまり長く電子レンジでチンするとちょっと焼けちゃうから、ダメになるから、ちょっと気をつけてもらって、で、だいたいどれぐらいだろう、1分とかでも結構広がるから、1分ぐらいとかにして、お餅の様子見て、だいたい硬くなったら、それでいいんですけど、まだ、柔らかいところがあれば、もう少し、長く電子レンジをかけて、プラス1分とか見て、ちょっとひっくり返ったりして、もう完全に硬くなって広がってたら、もうそれで完成です。そのまま食べると、本当にカリッカリの餅せんべいができて、それは結構、僕は、好きですね。お塩とか入れると、お塩をかけて食べると、おせんべいができます。なんでおせんべいにこんなにこだわりがあるかっていうと、インドネシアではクルプックっていうね、インドネシア人ならもう誰も知ってる食べ物なんですけど、日本にはないんですよね、そういうクルプックっていうのね。そうするとなんかこの餅せんべいみたいのが
なんとなくその黒服の代わりになって、お砂糖、袋の味、なんとなく、再現できる、とある、材料で再現できることに、すごく嬉しいですね。はい。そんな感じですね。お正月とか、の過ごし方で。日本では、1日、2日、3日、だいたいこの3日間が休みですね。で、場合によって、なんか、1日、2日、3日で、なんか4日が日曜日とかなだったら、4日まで休んで、で次の日、いつか、月曜日ですね。月曜日からまた学校が始まったりお仕事が始まったりしますね。なので、結構休みが長いですね。で、会社とか学校によってはもうすでに12月の最後の週はもう休んでたりしますね。例えば今年だと、29ですね。29は月曜日ですけど、月曜日だったんですね。そうするともう月曜日から休んで29、30、31、1日、2日、3日、4日、休みですから、だいたい1週間ぐらい休みがまとめて取れて幸せな時を過ごすことになります。すごくやっぱ休みは幸せですね。休みはお正月のいい点ですけど、結構そうするとこの一人暮らしの僕は何が困るかというと、食事ですね。店が閉まります。やっぱね、お正月のなんでしょう、この不便なところは、多くの店が閉まることですね。もう本当にスーパーとかも結構閉まってるスーパーも多くて、だからこう食べ物とか、材料を買い込んでおかないとちょっと困るから、その点だけは気をつけた方がいいですね。でもといってもレストランとかファミレスとかは常に空いてるから、そこはね外食もしながらお正月を過ごすことでもいいでしょう。でもさっきの話に戻っちゃうんですけど、休みはやっぱいいですよね。一旦ねまとめて1週間分の休みだと、なんでしょう、一旦の休みのおかげでなんか勉強とかお仕事とかがこう進むこともありますね。こう頭がリフレッシュされて、なんかそういう言い方ですけど、頭がリフレッシュされて勉強がはかどるようになるっていうこともあるから、時には休んで時には働くっていうことも言いますしね。そういうことも、頭に置きながら、お正月を過ごしていきたいと思います。あとは寒いですね。はい、日本はですね、12月からは冬に入ります。12月、1月、2月は冬で、その1月はもう冬のピークですね。本当に寒い。なんか一桁まで行くんじゃないかな。だから10度以下。僕は東京に住んでいるんですけど、そうすると10度以下の日は続いてます。1月に。だから体調管理はね、くれぐれも互いに気をつけましょうということで、雪は降らない。雪は降らないんですよ。寒いだけで雪が降らなくて楽しみがない。ですね。いや、もう、一層雪が降ったらいいんですけど、でも、結構多めに雪が降ると困るから、そこまで多く降らないで、ちょこっとだけ、なんか、その景色が綺麗になるような、なんやこのなんか注文みたいな。そうなんですよ。雪は降らないんですよ、1月。このお正月には結構ね、1月の真ん中半ば、
半ばになるともっと寒くなって、そこで寒さは一旦ピークになるんですよ。そうするともう雪が降ったりします。でそこから1ヶ月後にだいたい2月の頭あたりかな、なんかまた雪が降ってたりして、3月になると、普段は3月はもう春になるんですけど、最近だとなんか時々もう雪とかがまだ降ってたりして、だから年にはだいたい2、3回ぐらいは雪は降ってたりします。雪はね、最初に日本に来た時はすごくワクワクしながら雪の景色を見てたりして、雪が降らない国から来る留学生たちはすごく嬉しくて、なんかその地面に残ってた雪をわざわざ取って、なんかこうそこまで量はないんですよ。そこまで量はないんだけど、なんかわざわざそれをこうなんかかき集めて、こうなんか雪合戦みたいな、なんかそのボールを作ってたりしてたんですね。もうすごく結構楽しいいい思い出になります。そんな感じです。あとは2026年これから始まるんですけど、これは結構大事な言葉ですね。今年の抱負っていうのがあります。英語で言うとそのレジョリューションですね。今年は何を目指したいかっていうことですね。皆さんそれぞれあると思うんですけど、どうかその目標に向かって、一緒に頑張っていきたいと思います。はい、以上じっくりコーナーでした。では次のコーナーはこちら。しっかり。このコーナーでは前のコーナーで使った文の中から3つ紹介して、その文法をしっかりと説明していきます。今回紹介する文法はこちらとなります。1つ目、国によって正月の祝い方が違います。最初のところで話した内容ですね。今回はこの A によって B が違うっていう文法について見ていきましょう。意味はA が変わると B が違うですねという意味です。先ほどだと国によって正月の祝い方が違います。どういう意味かというと、国が違うとその正月の祝い方、正月を祝う方法が違ってきますよっていう意味ですね。インドネシアだと花火があって、その花火がいっぱい打ち上げられているのがその正月の祝い方ですけど、日本だとそれと違って結構みんなが静かにお正月を祝っているっていう、さっきだとそういう話です。で他には例えばね、こういう文とかにも使えます。先生によって教え方が違います。例えば3人の先生がいるとします。A 先生と B 先生と C 先生です。で A 先生はその教えるときに黒板を使って説明をします。で B 先生は黒板とかは使わないでスライドとかパワポを使って説明します。で C 先生は A 先生と B 先生と違って授業の説明はしないで、なんか学生に発表させることとか、そういうことで授業の内容を教えています。だから A 先生、B 先生、C 先生の教え方はそれぞれ違っていて同じではないんですね。だから先生によって教え方が違います。という文法、一つ目の文法でした。二つ目はこちらです。一旦の休みのおかげで勉強が進むこともあります。パターンはその A おかげで B ですね。その A はその原因とか理由ですね。で B はその結果になります。
例えば、他の文法だと、A をしたから B になる。例えば、さっきだと、一旦休みます。で、1週間分の休みのおかげで、一旦休みをしたから、次の勉強とか、次のお仕事とかが、もっと進むことになります。なぜかというと、頭がリフレッシュされますっていう話でしたね。そういう使い方、そういう意味で、このおかげでっていうのを使うことができます。この A、おかげで B のところには、その A のところに名詞も来ることができます。例えばですね、こういう文があります。田中さんのおかげで試験を無事乗り越えた。これは、田中さんがいろいろしてくれたから、で、僕は試験をうまくできたの意味ですね。具体的に田中さんが何をしているかとかは言わないんですけど、とにかく田中さんにありがとうございますっていう気持ちを表すときに使います。もう田中さんのおかげで試験はできたよっていう意味で、おかげでは感謝の気持ちを表したりとかしますね。これは日常でもよく使います。はい。以上2つ目の文法ですね。3つ目に入りますけど、3つ目はこちらです。正月の不便な点は多くの店が閉まることです。何々点は何々ことです。これはあることのいいところや悪いところを説明するときに使います。なのでお正月っていうのは結構休むこともできるし、のんびりとできるんですけど、でも店が結構閉まる。多くの店が結構閉まるからちょっと不便ですね。だから正月の不便な点としては、正月の不便な点は多くの店が閉まることです。このことですのところは、忘れないでください。点っていう名詞に対して、後ろにことですっていうね、名詞にする文法っていうのが必ず入りますので、それは注意してください。じゃあもう一つ例を見ていきます。スマホのいい点は使いやすくてどこへでも持ちやすいことです。スマホというものはいろんないい点とか悪い点がありますね。例えば使いやすいはいい点で、でも画面が小さいが悪い点とか、持ちやすいはいい点だけど値段が高いとか、そういったいろんな側面とかいろいろありますが、スマホのいい点は使いやすいこと、どこへでも持ちやすいことですね。で、この文法は人にでも使うことができます。例えばドラえもんのアニメがあるんですけど、そのドラえもんのスネ夫っていうキャラがいますね。スネ夫の悪い点は人によく自慢することだということですね。ですよね。これはこのスネ夫っていうキャラの悪い性格で、よくある話ですよ。休みの時にどっかに行きましたとかみたいな話を自慢してて、そうするとのび太がよく悔しい気持ちになる。そういう話で、スネ夫の悪い点は人によく自慢することだという時にも使います。以上、しっかりコーナーでした。日ラジ2026年1月1日の日ラジがそろそろ終わります。今回は新年についていろいろ話しました。皆さんの日本語の勉強に役に立てたら嬉しいです。さて次回のテーマは成人の日です。1月の第2週の月曜日は成人の日と休みの日になっています。それについて話していきます。ということで今回はありがとうございました。よければ動画の高評価、コメント、チャンネルの登録をよろしくお願いします。また次回、日元ファミリーと一緒に日本語を勉強しましょう。日元、もっともっと